大阪市が此花区にある大阪湾の人工島夢洲で F1 の誘致を検討していたことを知っていますか？これは2022年6月16日に読売新聞オンラインでニュースになりました。夢洲は2025年に開催される日本国際博覧会大阪万博の会場になっていて、閉幕後の跡地利用の一つとして F1 招致が浮上していたんですよ。大阪府の吉村洋文知事も2019年2月12日にご自身のツイッターでこのような投稿をしているんです。F1 大阪グランプリ公道レース夢物語だとは思わない。モナコ、シンガポールができるなら大阪もできる。ハードルは認識してる。夢洲には世界最高水準の IR が来る。夢洲は人が住まない非日常の人工島、公道の形状、配置もこれから本格設計、やろうじゃない。本気度が伝わってくるツイートでしたが、断念した報道の後は F1 招致について触れることはなくなってしまいました。読売新聞オンラインの記事では、大阪市が F1 誘致の検討を進めたところ、主催者の国際自動車連盟 FIA に対して支払う資金だけでも400億から500億円かかるのに対し、チケット販売などの収益は30億円前後と採算が合わなかったことが原因と言われています。スポーツライターは大阪市の F1 誘致断念についてこのような話をしています。F1 の開催費用についてはっきりと数字が出てきたのは珍しいと思います。現在配信大手のネットフリックスが F1 を題材にしたドキュメンタリーシリーズを手掛けたことをきっかけに、今まで F1 不毛の地と言われた北米でも爆発的に人気が拡大しています。2022年からマイアミグランプリの開催が始まったのに続いて、2023年からはラスベガスグランプリも開催され、アメリカだけでオースティンも含め3戦開催となるのです。こうした開催地は莫大な開催権料を支払ったのでしょう。アメリカでの人気上昇に加えて、未だに中東でも F1 招致への熱は高い。アブダビ UAE、バーレーン、サウジアラビアで F1 グランプリが開催されてきたが、それに続いてカタールが2023年から10年契約での開催を取り付けた。招致合戦が過熱すると同時に開催権料も毎年高騰しています。90年以上の伝統があり、F1 の代表的レースであるモナコグランプリは2022年に契約満了を迎え、現在も2023年以降の契約延長の交渉が続けられています。2022年9月20日 F1 モナコグランプリについて新たな開催契約が結ばれ、2025年までの3年間継続することが発表されました。カジノで潤うあのモナコですら開催費用が負担できないのではと囁かれているんです。大阪市が開催費用の確保が難しいことを理由に F1 招致を断念したことで、インターネットでモータースポーツファンから1987年から鈴鹿サーキットでの開催が定番になっている日本グランプリに対しても不安の声が上がりました。FIA に払うだけで400から500億円ってマジかいな。鈴鹿も払ってんのかな？とってもお金がかかるので、鈴鹿から F1 がなくならないようにみんなで見に行こうね。そんなにかかるのか。鈴鹿ではホンダなどが負担してるってこと？ F1 は毎年開催していたけど、今後も鈴鹿で F1 が見られるのか心配になりますよね。毎年減り続けている日本グランプリの入場者数で、これほどまでの莫大な開催費用が支払えるのか心配になってしまいます。3年ぶりに開催された2022年は久しぶりに3日間で20万人を超える入場者数でした。でもそんな心配をよそに、毎年開催契約が取れているのは鈴鹿サーキットだからこそ継続できているんですよ。F1 は F1 のために利益をもたらした功労者に有利に動きます。例えば F1 初開催から休むことなくレースに参加しているフェラーリには F1 の収益分配で他のチームより多くのお金が支払われています。これはたびたび話題になるので知っている方も多いでしょう。2008年にチームとしての年間チャンピオンを獲得してから現在までチャンピオンを獲得できていません。そのような状況でもその年のチャンピオンチームと比べて多くのお金が分配されている、不公平と思われる状態が続いています。これは F1 初開催から休むことなく参戦していることに対する報奨金なんですね。
それと同じように、鈴鹿サーキットも富士スピードウェイに開催場所を取られた年もありましたが、1987年の初開催から現在まで F1 を継続しています。また F1 関係者からも鈴鹿サーキットは愛されていて、2022年に F1 を引退したセバスチャン・ベッテルもお世辞ではなく鈴鹿を愛していると公言してくれています。鈴鹿サーキットに観戦に来る F1 のファンは個性的なコスチュームで観戦する人が多く、チーム関係者も鈴鹿を訪れることを楽しみにしています。国籍やチームに関係なく、すべてのドライバーとチームのファンがいることが F1 関係者から愛されているんですね。このように継続して F1 を開催してきた鈴鹿サーキット。そこに集まる F1 全体を愛するファンがいることが、開催権料が低い値段で契約できているんですよ。大阪市が F1 の誘致を検討しなければわからなかった開催権料ですが、新規に開催するには400から500億円の莫大な費用が必要なのが分かりました。大阪市の試算では収入は30億円前後らしいので、鈴鹿サーキットも F1 での収入はその程度なのでしょう。F1 日本グランプリの誘致は鈴鹿サーキットを運営するホンダモビリティランドが交渉して開催権料の支払いをしています。鈴鹿サーキットはモータースポーツのサーキットだけでなく遊園地もあるので、レース観戦だけでなく普段の遊びに行く場所としてお金を使いたいですね。もし鈴鹿サーキットが F1 誘致を断念すれば、二度と日本で F1 グランプリの開催はできないでしょう。単年契約で私たち F1 ファンが毎年開催されるか心配するより、複数年契約ができるほどのお金を準備できるように応援しましょう。